エーペルは何歳くらいで魔法が使えたんだ？僕は10歳くらいの頃かな。実家で収穫の手伝いをしてる時に高いところのリンゴを魔法で引き寄せられたことで気づいたんだよね。僕の故郷では魔法を農業に生かしてる人が多いんだ。ほう、人間の国でも農業に魔法を使うのか。全て機械頼りなのかと思ったぞ。もちろん機械に頼るところは大きいけど、機械が入れない傾斜地に畑があることも多いしね。品種改良や肥料の開発には魔法薬学が役立つし、飛行術は農地の見回りや収穫に活用されてるよ。実家で魔法薬学に馴染みがあったからポムフィオーレの素質があったってことか。入学前は空を飛ぶのが気持ちよくて飛行術ばっかりやっちゃってたかな。俺様も飛行術は好きなんだぞ。なんつうか魔法師っぽいよな。自由にほうきが乗り回せるのはいいな。市街地を飛行するにはほうきの飛行免許がいるし、練習する場所がすごく限られてるってクラスメートが言ってたよ。そっか、僕が飛んでたのって私有地の畑の上だから。そこは田舎のいいところかも。そういえばグリムさんはいつから魔法が使えたの？俺様か？俺様はよくわかんねえけど、いつの間にか火が吹けてたし、木の実を魔法で落としたりできたんだぞ。物心ついた時には感覚で使えていたということか？魔獣、なんとも珍妙な。というか気にしたことなかったけど、お前今何歳なんだ？数えたことねえから知らねえ。でも年齢も種族も関係ねえんだぞ。なぜなら俺様は大天才だからな。いいなあ。僕もせっかくナイトレイブンカレッジに入学できたし、ユニーク魔法とか使ってみたかった。俺様も早くユニーク魔法が欲しいんだぞ。グリムもオルトも監督生も存在自体が個性的すぎてユニーク魔法みたいじゃん。だよね。魔法師養成学校に入学した魔獣とヒューマノイドと異世界人、他の人が真似できない唯一無二の個性かな。そう言われるとそうなんだけどさ、僕も兄さんみたいにゲートトゥアンダーワールドとかキメキメで行ってみたいじゃん。勝手に言えばいいだろ。というか夢の中で目的の座標まで導いてくれた時などは何か呪文のようなことを言っていなかったか？あれはシステム音声であって呪文じゃないの。イグニハイド寮生の人たちはみんなかっこいいって言ってくれるし、システム音声にはシステム音声のロマンがあるけど。よくわからねえが、俺たちはそのシステム音声ってやつは出したくても出ねえしな。聞くたびに思うが、僕たちだと舌が絡まりそうだよな、あれ。隣の芝生は青いってことかな。今度兄さんにも相談してみようっと。イデア先輩ならタゲかっこいいやつ作ってくれそう。俺様だけのユニーク魔法か。はあ、夢が広がるんだぞ。グリムのことだし、どうせ食ったら食っただけ体が縦にも横にもでかくなるみたいなくだらない魔法になるんじゃねえの？あり得る話だ。こいつは寝ても覚めても食い物の話ばかりだからな。にゃにゃ、そんなかっこ悪いユニーク魔法絶対嫌なんだぞ。今に見てろよ。いつか誰もが羨むすげえユニーク魔法を使えるようになって、俺様が全員軽くひねってやるんだぞ。いい匂い。どこだ？どこだ？石だ。でっけえ。
いジャミル悪い、学園対抗戦の書類の提出期限が明日までだったの忘れてた。でも書き方が複雑でよく分かんなくってさ、学園長からもらった時一緒にいただろ。書くの手伝ってくれよ。学園対抗戦用の書類制作をお望みですね。かしこまりました、カリム様。サンキューなジャミー。どうしたんだ、急に変な喋り方して。幼い頃にカリム様がお許しくださったので、今まで慣れ慣れしい口を聞いてまいりましたが、私がカリム様とは友人関係ではないと主張する以上、態度を改めるべきだと考えまして。なんだよそれ。俺なんかお前を怒らせるようなことしたか？いいえ、ただのけじめでございます。では寮に戻って作業をいたしましょう。ちょっと待ってくれ。なんかその喋り方すげえやだ。いつも通りに喋ってくれよ。それはご命令ですか？いや命令じゃねえけど、なんかムズムズするし喋りづらいからさ。私は気になりません。さあ寮に戻って。ジャミル頼むよ、敬語はやめてくれって。ご命令ですね。意地悪すぎるだろそれ。でも命令とは言いたくないし、どうすれば前の喋り方に戻ってくれるんだ？そうですね。ではあなた様のつけている黄金の腕輪をください。そうすれば以前の喋り方に戻しましょう。この腕輪昔母ちゃんがお守りにくれたやつだけど、お前が前みたいに話してくれるならいいぜ。ほら。冗談ですよ。アジーム家の次期当主ともあろう方が従者の言いなりではないですか。物の価値をもっとよくお考えください。その腕輪を売れば絹の町の一等地に立派な家が建てられる。そんなことではいつか誰かに騙されて財産の一切合切を奪われてしまいますよ。まさかジャミル、うちの財産を狙ってんのか？夢の中みたいに。さあ、でもカリム様がいつまでもそのご様子ならば、これ以上たやすく手に入る財宝もないでしょうね。もう絶対はないと学んだでしょう。毒蛇はすでに懐に紛れ込んでいるかもしれませんよ。それで友人のように喋ってほしいとお望みでしたか？ではどうぞご命令を。でもさ、やっぱり命令ってのは違うような。ではずっとこのままでよろしいんですね。それは嫌だ。私はあなた様の従者です。ご主人様に命令されればすぐに振る舞いを改めます。でも確かにジャミルは従者だけど。そうなんだけど。何をそんなにためらうことがあるんです？さあご主人様。命令だ。分かったよカリム。お前の頼みなら今まで通り友人のように振る舞おう。で何の話をしてたんだったか。確か俺に手伝ってほしいことがあるんだよな。学園対抗戦の書類作りを手伝ってほしいんだけど。なんだそんなことか。嫌なこった。それは寮長であるお前の仕事だろう。なんで俺が一から手伝ってやらなきゃいけない。どうせ俺が覚えているだろうと高をくくって学園長の説明を適当に聞き流したのはお前の責任だろうが。なんだよそれ。友人のように振る舞ってほしいと言ったのはお前だろ。友人だったらやりたくないことは当然断る。それはずるくないか？ずるい？どっちが？主人として命令もしたくない。でも友人として断られたくもない。そんな都合がいい話があるか。どうだ？もう一度友人を辞めて従者になれと命令するか？
いつでもいいぞカリム様。確かにお前の言う通りだ。今回は俺がずるかった。反省する。おい、どこに行くんだ。書類が仕上がっていないんだろ。自分でやる。なら一通り終わったら持ってきてくれ。チェックする。副寮長としての責務はきっちり果たすさ。スカラビアだけ不備だらけの書類を提出するわけにはいかないからな。言ったな。見てろ、直すところがないくらい完璧に仕上げてくるぜ。楽しみにしておくよ。そんなことではいつか誰かに騙されて財産の一切合切を奪われてしまいますよ。俺、あいつに家を乗っ取られないようにしなきゃいけねえのか。いや、ジャミルじゃなくても乗っ取らせちゃいけない。よくわかんねえ難しいことも全部他人任せにしちゃダメなんだ。もしもジャミルが本気でアジーム家を乗っ取ろうとしてきたら、それが夢の中の取っ組み合いのリベンジマッチになるのかもしれない。うおー、俺絶対負けないからな、ジャミル。それで物陰に隠れてこそこそと会話を盗み聞きとはいい趣味じゃないか。出てこいよアズール。人聞きが悪い。あんな大声で話していたら耳を塞いでいたって聞こえますよ。それにしてもまさかジャミルさんがアジーム家の乗っ取りを企んでいるなんて驚きです。あなたは権力や金には興味がないタイプかと思っていました。ああ、俺自身もそう思ってたよ。マレウス先輩にあの夢を見せられるまでは。街中の人間が俺にひざまずき、象の上で間抜けな王のようにふんぞり返る。最高の気分だったよ。君だって花形スポーツ選手としてスクールヒエラルキーのトップに君臨する気分は最高だっただろ。もうやめてください。僕の夢の話は。あれはマレウスさんが見せた歪んだ夢。僕の本当の願いはあんな愚かなものではなく。何を恥に思う必要がある。人気者になりたくないやつなんていない。誰だって他人より優れている特別な存在になりたいに決まっている。おかしな方向に誇張されて歪んではいたが、あの夢は間違いなく俺たちの欲望の一部だ。認めたくはありませんがね。理性ではそれを望むのは愚かだと蓋をしていた欲を強制的にほじくり返された。他人を見下しあざけりもてはやされる。夢の中の自分はあまりにも滑稽でした。それでも今まで感じたことのない高揚感を味わってしまったのも確かです。その通り。マレウス先輩はとんでもない悪夢を見せてくれたよ。一度蜜を味わってしまったらもう一度と望んでしまうのが人間ってものだろう。ジャミルさん、まさか本気でアジーム家を乗っ取るつもりなんですか？さあな。現実で乗っ取り計画を実行するかはさておき、夢見るだけなら自由だろ。リドルって、あれ？もしかしてリドルもう帰っちゃったか？聞きたいことがあったんだけど。リドルさんはトレイン先生の手伝いで席を外しています。荷物がまだあるので戻っていらっしゃると思いますよ。カリム君もリドル君に用事？タイミング悪かったっすね。もってことはラギーたちも？そう、レオナさんから預かった学園対抗戦の書類を回収係のリドル君に渡さなきゃいけなくて。学園対抗戦、正式には魔法使養成学園対抗協議会でしたっけ。今回はマレウスさんの事件もありましたから、開催が後ろに倒れた影響で、ただでさえ忙しい学年末テストの準備と
学園対抗戦の準備が重なりましたからね。あまりに忙しすぎるとアズールがぼやいていました。アズール君、まだ例の虎の巻商売やってんすか？残念ながら対価をいただいて対策ノートを渡す方式は学園長に禁止されたので、今回はモストロラウンジのポイントカード特典にしたり、会員限定のオンラインセミナー方式に切り替える計画のようです。懲りないっすね。ねえジェイド、俺早く部活行きてんだけど、金魚ちゃんにさっさと教室に戻ってこいって電話してくんねえ？つか本くらいジェイドが返しといてくれりゃいいじゃん。嫌です。借りたものは自分で返すのが筋でしょ。フロイドはなんでリドルを待ってんだ？古代呪文語で指定図書読んでエッセイ書く課題出たじゃん。ずっとやる気出なくて放置してたんだけど、期限やばくなってきたからしぶしぶ図書館に行ったら指定された本が全部借りられちゃっててさ、返却待ちすんのだりーからアズールに本借りに行ったら C 組は指定図書が違ってんの。あの先生、エッセイの丸写しを防ぐためにタイトルずらすんすよね。で E 組は指定図書がかぶってたんだけど、ジェイドはまだ使ってて貸せないとか言うから、もう課題終わらせてた金魚ちゃんのやつ借りたんだ。へえ、もう終わらせたなんてさすがはリドルだな。タイミングよく本が借りられてよかったじゃないか。フロイド。カリムくん、あの堅物が図書館の本をまた貸ししてくれるわけないじゃないっすか。どうせ無断で拝借したんでしょ。パクってねえって、ちゃんと借用書書いて置いといたもん。リドルさんがノートの切れ端に書かれた借用書を見つけた時のあの形相には思わず震え上がってしまいました。なるほど、それでジェイド君は自分で返せって言ってるわけっすね。そう、だから金魚ちゃん戻ってくんの待ってんの。おや、なんだか珍しい方々が集まっていますね。アズール、その手に持っているのはもしや魔法師養成学園対抗協議会の提出書類です。もしかしてリドルさんはもう寮に戻ってしまいましたか？いいえ、今は席を外していますが、すぐお戻りになるかと。では少し待たせてもらいます。どうしたんすかアズール君。通路に足が突き出ていて、よからぬ事件の第一発見者になってしまったかと。椅子の上に横たわっているのはシルバーさん？